お電話ありがとうございます。おじいの朗読者です。本日の朗読は、文化祭間近の不思議な体験でございます。最後までお楽しみくださいませ。文化祭間近の不思議な体験。中学生だった頃の話。美術部の副部長だった私は、近日に迫った文化祭の下準備に追われていました。同級生で幼なじみの部長は、他の部員たちを取りまとめるのに手一杯。よって、副部長の私が各委員会のもとへと走り、この設置物は美術部で作成するのだとか、このフロアに飾るポスター何枚刷っておくのだとか、そういった細々とした情報の伝達係を務めていたのでした。この時期になると、部活動も委員会もと、生徒たちは格段に忙しくなるため、自然と校内が沸き立ちます。その活気と比例して、下校時刻もまた、日に日に遅くなっていくのです。どれだけ本気になってことを進めようと、先生の助力があろうと、結局は中学生が主体となって行うことですから、計画通りに行くなんてことはまずありません。本番まであと数日しか残っていないとなったその日は、外が真っ暗になってしまっていようとも、その設置物を完成させるまでは、帰るわけにもいきませんでした。下校時刻はとうに過ぎ、時刻は18時を回った頃、体育会系の部活動部員の面々も皆帰路についた中で、私と数名の美術部生徒は学校に残り続けていました。設置物もあらかた完成し、外はもう真っ暗だから帰ろうという話に至った私と部長は、二人それぞれいつもの行動に出ます。部長は部室である美術室の窓の施錠の確認を、私は職員室にいる顧問の先生にもう帰宅する旨を伝え、美術室の扉の施錠のお願いを、あとは顧問がすべて確認してくれる、それがいつもの手はずでした。顧問に報告する間に通った廊下は案の定明かりも最小限で、昼間の学校とは随分変わった印象を受けました。しかし、私が恐怖を感じなかったのは、剣道部の友人、仮に A としますが、気さくにも私たちの活動の手伝いをしてくれており、顧問への報告の際にも付き添ってくれていたからです。A は毎度部活動が終わるや否や、美術室へ飛んできて、いつもあれこれと気を使ってくれていたのでした。顧問への報告も終わり、部長のもとへ戻れば、あとは帰るだけ、だったのですが、ここで A が、あっと声を上げます。親に見せるプリント、机の中に置きっぱかも。A の机は言わずと知れたお机です。もらったプリントはその数秒後、ゴミ箱とも取れる本人の机の中に押し込まれ、再び顔を出す頃には、見るも無残なぐしゃぐしゃ具合というのがいつものことでした。そんなずさんな管理なのにもかかわらず、この時の A は、なぜかそのプリントの存在を思い出したようで、次の瞬間には物言いたげな視線を私たちによこすのでした。一人で行けよ。俺ら下駄箱のところで待ってるし。マジで嫌なんだけど。しかもさっき職員室前にT抱いたんだよ。絶対またなんか言われるって。部長の嫌そうな声にそう拒否反応を示す A の言った
ティーダとは、校内でもあまり好かれていない教師でした。生徒に意味もなく絡んだかと思うと、皮肉った言葉で生徒をからかい、追い詰める。そんな交流しかできないから、生徒からは特に嫌われていたのです。良くも悪くも人を見た目でしか判断しないこともまた、嫌悪感を加速させるに至った原因なのでしょう。顧問への報告終わりの時もそうでした。ティーダは、私たちが文化祭のために居残っているのだと知っていながら、おい、お前ら、下校時刻はとっくに過ぎてるだろう。また、何をやらかして先生方に怒られたんだ？こんな言葉をそ知らぬ顔で吐いてくるわけです。ニヤニヤ笑いながら。本人は冗談だと思っているようでしたが、真面目に活動する私たちにしてみれば、くだらないことで時間を取らせるな。早く帰らせろや。という心情なわけです。生意気だと思うかもしれませんが、掃除の時間の後に、実りのない話を延々聞かされた挙句、帰りの会に遅れてしまい、周りからブーイングをもらった経験のある A と私にとって、ティーダは嫌悪の象徴でした。ティーダ避けるとなると、反対側の廊下から教室行かないとじゃん。私たちの中学校には中庭があり、それを囲うようにして廊下や教室、職員室が配置されていました。このため職員室を避けて通ることも不可能ではなく、もちろん遠回りにはなりますが、A もまたその廊下を行く気だったらしいのです。でも反対側の廊下、今電気が故障中じゃん。うわぁ、もう絶対やだー。と、A のわめきが美術室に響いて、部長が一瞬うんざりした表情になったのをよく覚えています。確かに夜の校舎内というのは不気味ですし、私も恐怖心がないわけではありませんでしたが、同時に子供心特有のいつもと違う物事へのワクワク感も相まって、A の騒ぎはどこか他人事のように感じていました。そして最終的に部長も折れました。結局、外に設置された心もとない街灯を頼りにして、三人で真っ暗な廊下を突き進むことになりました。怖がりな A は真ん中です。なんか真っ暗な学校とか新鮮だよね。あれだけ怖がっておいて、人と一緒にいるときは、どこか楽しげな小姉で、A がこういうものですから、部長と私が吹き出してしまったのも致し方ないことです。二人の人間から笑われたことに怒り出す A を軽くいなしながら、突き当たりを左に曲がり、奥へと進めば、もうすぐそこが私たちの教室でした。しかし、その手前に置かれたものを見て、誰からともなく立ち止まります。そこには大きな太鼓と、人が数人入れるくらい大きな人形が隅に寄せてありました。ああ、これ、文化祭の日にあいつらが使う。へえ、今年は〇〇賞出身の人らが発表するんだっけ。部長と私は幼なじみ、つまりは同じ小学校の出で、A はその隣の地区の小学校から来て、そこから友人となりました。私たちの中学校は3つの小学校から生徒が集まっており、その学校にはそれぞれ伝統の神楽などがあるのです。私たちもまた小学校のうちにそれらを老人会などの方々から習っており、中学校の文化祭では毎年順番にその伝統芸能を披露していたのでした。
今回は私たちも A もその出番ではなく、残りの小学校出身である別の友人たちが使う道具が廊下に置かれていたのです。練習はいつも中庭で行われていたため、中庭に面する廊下の隅に寄せていると都合がいいのだな、と私は思いました。A のところは何を習ったんだ？うちは横笛。なんかよくわからんけど。部長が聞くと A は快活に返します。お前らのところは何だったの？私らは神楽かな。俺らのは少し地味だからな。今年のあいつらのなんか派手そうだろ。俺ちょっと楽しみだったりする。そんな話をしている間、三人が三人、初めて見るその変わった形の人型や太鼓などを物珍しく眺めていました。が、プリントのことを思い出した A が、プリントと、せわしなく足踏みして、教室の方へと足を向けたとき、ポン。低くくぐもったような音が廊下に響き渡りました。おい太鼓蹴るなよバカ野郎。部長が咎めるように言いましたが、A は不服そうな顔で私たちの方を振り向きます。A の顔は、いや、うちじゃないし、と言った不満をありありと主張していたのです。果たして A のその反応が嘘ではないと分かったのは、次の瞬間でした。ポン。まるで太鼓の表面を軽く弾いたような音。力強くはないけれど、確かに太鼓だとわかるそれが、再び廊下に響いたのです。この時、太鼓の近くには、誰もいませんでした。A は一番奥、つまりは教室に近しい場所にいましたし、部長も私も人形のそばにいて、太鼓に触ることなどできなかったのです。同時に私は妙な感覚を覚えました。片方の耳が突然圧迫され、音が遠く感じるようになり、並行して痛みのような耳鳴りに近い何かに襲われました。その片側の耳が向いていた方というのが太鼓が置かれていた場所でした。いや、ほら、突然物音がするのってよくあることっしょ？気にすんなって。耳の不調にうろたえた私を怖がっているものだと勘違いしたのか、A が早口でそうまくし立てます。しかし、その早口を半ば遮るようにして、ポン。またも太鼓の音が響くのでした。一度二度ならまだしも、三度目ともなると偶然と信じるには難しくなってきます。私たちは逃げるようにして教室へと駆け込みました。教室の明かりは普通につき、胸をなで下ろす二人を見ながら、私は未だに聞こえにくい片耳を気にしていました。放っておけば治るだろう。そう思いつつも、耳鳴りは先ほどよりもどんどんひどくなっている気がして、なんだか恐ろしかったことを覚えています。その耳鳴りの奥では、鈴のような音も何度か聞こえていたのです。ほら、早くプリント探せよ。ちょっと待って。うわー、これいつの宿題だろう。A のお机は、一つのものを引きずり出そうとすると、他のものまで引っ張られるらしく、いつもらったかもわからない学校だよりやら、広報やらが床に落ちてしまいます。おいおい、勘弁してくれ。と、部長は不満を漏らしつつも、ちらちらと、先ほど歩いてきた廊下側を気にしていました。
なあ、廊下からあの音する？いや、聞こえないけど。鈴の音が、耳鳴りが、なんてこと言えそうな空気ではありません。何せ A も部長すらも怖がっているのです。私は耳のことを気にしないよう努めました。あ、あった、これだこれだ。A が目当てのプリントを探り当てたらしく、シワだらけのその紙を必死に手で伸ばします。床に落ちた他のプリントは漏れなく再び小机行きと相なりました。こうして今度こそ帰るかと教室から出る直前、A が小声で「うえ!」とえずくように声を上げました。部長が苛立ったように A を見やり、今度はなんだよお前と言うと、A は若干恐ろしげに廊下側を見ます。いや、待って。電気まだ消さないでよ。またあの太鼓の前通るわけ？だってそうしないとティーダがいるだろ。職員室前に。そうだけどさ。私にとって、行きはよいよい、帰りは怖い。とは、まさにこの時のことを指す言葉です。ただ、誰も触れていない太鼓が3回鳴っただけ。けれど、その恐ろしさというか、気味の悪さは、中学生の私たちには十分すぎるものがありました。何より、耳鳴りは最初に比べて、頭を打ちつけられるレベルでひどくなっており、片方の耳が何ともない分、なおさら不安が募っていました。しかし、結局はティーダのうざさが勝り、私たちは元来た廊下を戻っていったのです。行きと同じく A を真ん中にし、部長はどことなく私の不調に気づいたのか、太鼓がある側を歩いてくれて、私は太鼓からは一番遠い位置を歩くことになりました。警戒した割に太鼓のそばは大した騒ぎもなく通り過ぎることができたため、突き当たりに差し掛かった時には、三人とも油断していたのかもしれません。私は、ふとよそ見をして、左の真っ暗な窓の方に視線をやりました。そこには私と、その後ろに A と部長が反射して映っています。その、さらに奥、電気の故障した廊下の暗がりに、ポツンとした白い長身の影がいました。次の瞬間、真っ暗な廊下を心もとなく照らしていた外にある街灯が不自然に点滅を始めました。そして、ポン。ひときわ大きな太鼓の音が背後から響き渡り、A は飛び上がらんばかりに驚いていました。ただ、A は少し運が良かったのかもしれません。一方、私と部長はというと、暗がりの廊下の奥にいたはずの白い影が、街灯が点滅するたびにどんどんとこちらへ距離を詰めてくるその瞬間を、目撃してしまったのです。一番怖かったのは部長だったと思います。部長は至近距離でその白い影を見て、すっかり固まってしまっているようでした。白い影は遠くから見れば長身の人影に見えましたが、近くで見てみると白煙そのものでした。煙は不自然な動きをして、人らしき形を保ったまま、私たちの目の前に近づいてきたのですが、再び太鼓の音が鳴って、街灯が点滅した後には、消えてしまっていました。A が太鼓の方を見て、ギャーギャー騒いでいる中、それを見た私と部長の冷や汗たるやすさまじく、
A のうるささをたしなめることすらできない始末でした。幸いにも、その突き当たりの廊下は、職員室からは一番遠く離れており、先生方に見つかることもなく、A を静かにさせることもできましたし、何事もなく家路に着くこともできました。私の耳鳴りもまた、家に帰る頃には収まっており、A も部長も以後、何事もなく、学校生活を送れていたと言います。問題は、後に行われた文化祭で起きました。あの太鼓と人形を使った伝統芸能は、文化祭の開会式直後に行われ、私と部長、それから A は、ほど近い席でそれを見ることとなったのですが、その演目が始まった途端、私はあの時と同じ耳鳴りが起きました。それもあの時の日ではなく、同級生が太鼓を打ち鳴らすたび、頭の片側を鈍器で叩かれているような錯覚にまで陥ってしまい、うずくまってしまったのです。隣にいた別の友人がすぐ気づいてくれて、私はホールから先生に付き添われて抜け出しました。少し休めば頭痛は少しずつ鳴りを潜めたのですが、演目が終わり、ホールから出てきた人々に混じる A と部長の顔色もまた悪くなっていたのには驚きました。部長はあの演目が始まった途端、視界を白いもやで覆われるという不思議な体験をしたのだそうです。しかし、それは演目の終わりが近づくにつれ、太鼓の音が激しくなるたびに、視界から消え失せていったのだそうです。不思議な話だが、太鼓の音がもやを消したみたいだ。と、部長は話していました。一方 A はというと、単にあの夜のことを思い出し、ホールの暗さも相まって怖くなってしまっただけなのだと話しました。思わず両隣の友人の腕をつかまえて震え出した時には、さすがにその友人たちに心配された、と苦笑いしていました。あの白いもやは一体何だったのでしょうか。そして私の耳鳴りは何を意味していたのか。成人も済んで久しい身の上ですが、今でも二人と話をするたびに思い出す不思議な体験でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またのご連絡お待ちしております。